じゃーん、肉体ゲット。いきます。ちゃんと負けてますね。おー、すごい。機械が止まってしまいました。今回は半分で終わってしまいました。皆さんこんにちは、さおりです。以前動画で小麦を収穫後の畑に塩爆をまいたんですけど、今日もね、もう一枚かぼちゃを収穫した後の畑に塩爆をまいていこうと思います。今はちょうどじゃがいもの収穫の真っ最中なんですけど、今朝ね結構雨が降ってしまって地面がねだいぶぬかるんでしまいました。こうなるとね、重量のあるトラクターはタイヤが沈んでしまいます。なので今日は、じゃがいもの収穫作業を午前中でね一旦ストップしました。で、午後のこの空いた時間で塩爆はねドローンでの散布をすることもできるので、今回はその方法を試していこうと思います。ということで今回はこちらのドローン DJI のアグラス T50 を使っていきます。これまで何度か農薬や液体肥料をまくのに、動画内でも使用していました。で、いつもはこの液体用のタンクを使用しているんですけど、今回は塩爆をまくので、液体用ではなく流剤散布用のタンクに変えていこうと思います。まずは噴霧用のタンクを外すところから始めます。噴霧用はポンプで液体を押し出して、ノズルから霧状に巻きます。あ、水が入ってるかも。このホースはタンクからノズルへ薬剤を送るためのものです。次に保護カバーを移動させ、ケーブルをコネクターから外します。このケーブルを通してタンクのポンプやセンサーに電気が送られたり、残量などの情報が機体に伝えられたりしています。あとは上から持ち上げるだけで簡単に取り外せます。こうだ。じゃーん、肉体ゲット。そしたら流剤散布用タンクを上から入れます。さっきと同じようにケーブルをつなぎます。流状散布用タンクの場合はこれだけで OK です。よし。OK。流剤散布の場合仕組みが違くて、ノズルからではなくタンクの真下にディスクを取り付けて、それを回転させながら粒を飛ばしていきます。なのでこれはそのための部品を取り付けています。はい。ということでタンクを交換しました。タンクを設置したら、散布の前にキャリブレーションを行います。このタンクからどれくらい粒が出るのかを調整して、設定した量を正確にまけるようにする作業です。その作業を行っていきます。ここからは送信機を使って設定を行っていきます。まずはタンクの中が少し入っていることになっているので、機体設定の散布機のページで重量センサーのキャリブレーションを行います。これでタンクの中がゼロの状態になったので、キャリブレーションを行いたい肥料をタンクに入れます。約20キロ入りました。そしたらもう一度設定を押して、散布機のページから流剤素材の管理に移ります。新しい流剤素材を追加して、キャリブレーションを開始します。地味。お。キャリブレーションが完了したら、名前を付けて保存します。
そうするとデータが保存されて、その資材に合った散布の仕方をしてくれます。今、キャリブレーションが完了しました。だいたい20キロを入れて、キャリブレーションかけて、この場でね、落として調整していくっていう感じです。なので、こんな感じで、ちょっと、ドローンをね、高くして、ケース置いておくと楽です。で、あと、塩爆と、肥料に使う尿素も巻いていこうかなと思うので、これはね、一旦ストップして、今度、尿素のキャリブレーションを行っていきます。通常は10から15キロ程度でキャリブレーションできることが多いらしいです。ただし粒が細かくて流れやすい肥料や重さがある肥料だと精度を出すために30キロ以上入れて調整が必要になるケースがあります。ちなみに塩爆は20キロ入れたんですが、タンク内に結構残ったので15キロくらいで良かったかも。逆に尿素は20キロじゃ足りなかったので、もう一回タンクに入れ直して合計40キロ使用して測りました。キャリブレーションが終わったら、まだディスクの取り付けをしていないので、散布される下の部分に取り付けを行います。ワッシャーとナットとピンを取り付けるんですが、かなり小さいのでなくさないように注意です。はい。尿素と塩爆のキャリブレーションが完了しました。なので早速畑に行って撒いてみようと思います。8月にかぼちゃを収穫した畑1ヘクタールに、まずは塩爆をまきます。改めて塩爆とは、英語ではオートミールの原料としても使用されていますが、私の地域では作物として出荷せず、緑肥として育てて土に戻すのが目的です。0.1 ヘクタールあたり10キロ散布するので、ここ1ヘクタールの畑をまくのに100キロ必要になります。塩爆は1袋20キロでタンク容量は50キロなので、2袋ずつ入れていきます。流剤散布はかなりの量巻く作業になるんですが、ドローンだとあっという間に終わってしまうので、肥料を補充する作業を何度も繰り返します。今回のように雨でトラクターが補助に入れない時や、すぐに追肥を行いたい時にはドローンがとても便利です。ブロードキャスターは一度に広い面積を巻けるのが強みで、GPS を使うことでほぼ均等に散布できます。ただどうしても旋回部分などでムラが出やすいのは避けられません。その点、ドローンはフライト経路に沿って全体を均等に散布できるため、ムラが非常に少ないのが大きなメリットだと思います。はい。今、尿素を巻き終わりました。実際に畑を歩いて、ちゃんと巻けてるかを見てみていますが、どうでしょう。なんか、かぼちゃ畑だったので、かぼちゃが生えてきています。尿素はすごくわかりやすくて、この白いつぶつぶが全部尿素です。塩爆が、あった。ここにある青いの塩爆。こっちも、価格がむずい。こことか、これとか、塩爆ですね。ちゃんと負けてますね。おー、すごい。尿素と塩爆を巻いた後、すき込む作業があるんですけど、ちょっと今日は暗くなってきてしまったので、一旦終わりにして、明日巻こうかなと思います。おはようございます。朝7時です。まだじゃがいも収穫の途中なので、
収穫が始まる前にパワーハローをかけて、塩爆と尿素を畑に混ぜ込みます。塩爆は伸びるのが早いので、10月には買ってすぎ込むという作業になります。はい、今パワーハローをかけ終わりました。こんな感じで1ヘクタールなんであっという間だったんですけど、とりあえずねこれで塩爆は巻き終わりました。またね今日は芋掘りをしていきます。はい、じゃがいも畑にやってきました。以前ね 2.4 ヘクタールの畑の方は収穫し終わったので、次のね畑に来ています。ここの畑はもう今日で収穫が4日目で3ヘクタールあるんですけど、もうすでにね 2.5 ヘクタール終わっています。なので残りの 0.5 ヘクタール今日収穫して終わりかなという感じです。でこれまで通常のじゃがいも収穫だと1日に掘れても 0.4 ヘクタールくらいで、ここの3ヘクタール収穫するのにだいたい1週間はかかるかなっていう風に見てたんですけど、こんなに早いなんて異常です。まあそれだけ今年の干ばつはかなり影響を受けていまして、今年は干ばつが続いた後に8月に入ってから割と雨が降ったので収量が少ないのもあるんですけど、奇形と言われるねこう変な形がね多いです。収穫機の上で選別していると、例年ならたまにしか流れてこないような変な形がね、今年はかなり多いです。その代わりに青い芋は少ないので、規格外の量的にはそこまで悪いわけではありません。ということで順調にいけば今日がラストになるかと思います。頑張りましょう。収穫の最中だったんですが、機械が止まってしまいました。大きい石がね、挟まっています。収穫を行っているとたまにこう機械がね止まってしまうトラブルもあります。ここは収穫機の一番後ろの部分なんですけど、このねここの部分に今も石あるけど、こうやってね石が挟まってしまって止まってしまうこともあるんです。特にうちは石がある畑が多いので石が挟まることだったり、場合によっては、雑草のこう根っことかそういうね大きいものが引っかかったりする場合もあるし、もう機械も古いので稀にねこの収穫機自体どこか故障して壊れる場合もあります。そういう場合は最悪1日お休みになったりするっていう感じです。今回はそんなに大きいトラブルはなかったんですけど、このすごく細かいんですが、ここにねワイヤーが入っていて、これ何かっていうと最初の掘り上げる時なんていうのかな、掘り上げる部分を下げたり上げたりするような場所になります。ここが切れてしまって、交換するにもねこう部品を取りに行ったりとかそういう時間もあるので、結局ね2時間くらい休みになりました。さっき石が詰まったように、うちの畑は本当に石が多くて、今年はお友達に借りて畑全体をまんべんなく石取りしました。だいぶ良くはなったんですが、それでも石が多いので、たまにこうやって詰まります。畑といっても同じ3ヘクタールの中で状態は均一ではありません。石が多くて作業しづらい場所もあれば、逆に土の栄養バランスが良くて作物が育ちやすい場所もあります。同じ畑の中でも価格によって特徴があり、その差が収量や生育に影響していきます。
こんな感じで収穫機で収穫したものはコンテナの中に入れていきます。で電話をして集荷に来てもらうんですけど、その日に来るってことはめったになくって、だいたい次の日に集荷に来てくれます。このままにして置いてしまうと日が当たった場合傷んだりとか、そういうね悪くなってしまう原因にもなるので、こうシートをかけてできるだけ日が当たらないような状態にしています。でまたね、今年は大丈夫そうなんですけど、雨が降る場合はこの黒いシートをかけて、さらにその上にねブルーシートをかけて水がね浸透しないようにしています。ちなみにうちで育てているのはメイクインという品種です。こんな感じで、長方形でちょっと卵型のような形が特徴です。割とこう丸いじゃがいもが多いかと思うんですけど、丸いじゃがいもに比べると育てるのが少し難しくて、こう収穫の際にもね規格外品っていうのが多いです。割とこう奇形になりやすいじゃがいもですね。なので周りの農家さんもメイクイン今まで育ててはいたんですけど、やめるっていう人も多くなってきてはいます。ただね、うちは本当にずっとこのメイクインを育てていて、私もね美味しいのでとても気に入っています。でじゃがいもってね、いつ行ってもスーパーに並んでるし、わざわざこの農家さんのじゃがいもが食べたいっていうことあまりないかもしれないんですけど、もしね販売する際にはぜひ買って食べてみてほしいです。収穫もラストスパートです。前回の動画で規格外のじゃがいもでも買えますよって言ってくださった方がたくさんいて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ただ今年の収穫はすでに終わっていて、規格外品は加工用として出荷する形になってしまいました。今年は周りの農家さんもみんな形が悪くて、出荷先の選果基準も少し緩めてもらえたんですが、それでも出せないようなかなり変わった形の芋はやっぱり多いです。農業は天候に左右されるので、これからどうなるかはわかりませんが、できるだけ対策を積み重ねて、今年より綺麗なメイクインをたくさん収穫できるように頑張っていきたいと思います。はい、ということで無事にじゃがいもの収穫が終わりました。作付け面積 5.4 ヘクタール、なんと約7日間1週間で終わってしまいました。いやー、それだけ今年は干ばつの影響を受けて収量がねかなり少なかったです。だいたいいつもなら同じくらいの面積を収穫するのに2週間くらいかかるんですけど、今回は半分で終わってしまいました。で明日集荷に来てくれるそうなので、今日はシートをかけて終わりたいと思います。ちなみにこちらが普通のコンテナ、この隣にあるのがハーフコンテナです。この中に家庭用だったりお友達に送る用、あとネット販売用を入れています。冷暗所と言われるような涼しくて日の当たらないところに保存して、そうですね、来年の春くらいまでは食べることができます。なのでね、これからたくさん芋を食べたいと思います。今年の収穫で唯一の救いだったのは、青い芋がほとんどなかったことです。じゃがいもが青くなるのは土から芋が顔を出して日光に当たってしまうのが原因なんですが、
今年は芋が比較的土の深いところで育っていたので、光に当たることが少なく青くならずに済みました。はい、そしてこちらのウルトラセブン7型と言われる収穫機なんですけど、もうね30年この機械を使って収穫を行ってます。今年もまあちょこちょこ石が挟まったりとトラブルはあったんですけど頑張ってくれました。今年はこうストーンピッカーをお友達から借りていつもより石取りを行うことができたので、まあ割と石は少なかったのかなと思います。もう今日はね暗くなったのでこれで農作業終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。